Hello 皆さんこんにちは。ヴィーガンエリーです。今日は先日のビデオの続きになります。先日はヴィーガンとしてできること、社会を変えていくには、ムーブメントを作り出すには何ができるかというお話をしました。今日はその中でもマスムーブメント、大衆運動にあたる活動の歴史やセオリーを見ていきたいと思います。先日のビデオでは今起きているアニマルライツのムーブメントの活動を分別してお話ししました。そちらを見ていない方はまずそちらをご覧になってみてください。その動画で説明したこの円グラフの一つにあたるマスムーブメントについて今日はお話しします。皆さんもご存知だと思いますが、今ヨーロッパやアメリカで気候変動を止めるためのプロテストが大規模に行われています。エクスティンクション・レベリオン、略して XR についても日本でもやっとメディアで目にするようになったと思います。こちらは2019年今年の4月の彼らの活動のロンドンの映像です。 XR は今起きている気候変動の緊急性を市民的不服従の直接行動を通して政府やメディア、市民に訴えかけています。渋谷の交差点のような場所、ロンドンのオックスフォードサーカスを2週間にわたり占領しました。 XR ジャパンもついに活動を開始しましたよね。前回もお話ししたようにムーブメントにはこの3つの要素が必要になってきます。このマスムーブメント、大衆運動はここに当たります。歴史的には女性の権利、インドの独立、 LGBTQ の方々の権利、奴隷解放運動、黒人のアメリカでの市民権などがこの活動方法によって実現されてきました。エリカ・チェノウェスという方の研究によると、彼女は100以上の歴史的な非暴力的市民的不服従の運動を研究した結果、人口の 3.5% がアクティブなメンバーになればそのムーブメントは成功するという研究結果を出しました。例えばアメリカの奴隷解放運動もなんと人口の 1% しかアクティブな活動家がいませんでした。それなのに成功を収めています。 XR が日本のメディアで取り上げられるようになってよく目にしたのが、過激すぎるんではないかという意見、そしてこんなことをやっても逆効果なんじゃないかという意見、何の意味があるんだろうというような意見を結構目にしたので、ここで歴史的に見てなぜ XR がこんな行動をしているのか少しご説明しようと思います。まず知っておいていただきたいのが XR はノンバイオレンス、非暴力を大きく掲げているということです。参加する人たち一人一人にこの大切な情報がトレーニングで教えられます。そして少しでも暴力的な態度を取った人は XR に参加できません。そしてなぜ彼らがこのようなダイレクトアクション、直接行動を取ることになったか、その理由は気候変動には大変緊急性があるからです。このまま世界中が通常営業を続ければ確実に手遅れになり、人間を含めた多くの動物が大量絶滅に陥ります。この緊急性を訴え、社会の変化を求めるために生まれたのが XR です。そして気候変動の一番の大きな原因である畜産に焦点を当てて、肉食文化からプラントベース食システムへの移行を訴えるのが XR から生まれたアニマルレベリオンです。ここでロンドンでの活動が行われた時の実際の人々の反応をご覧ください。この4月のアクションのおかげでイギリス政府はやっとクライメットエマージェンシー、気候変動の緊急性を宣言しました。このチャンネルではイギリスからヴィーガニズムやエシカルなライフスタイルについて発信していますので、興味のある方ぜひ登録してみてください。ではこのような市民的不服従、直接行動を使ったアクションを起こした歴史的な例を見てみましょう。まず有名なのが1960年の2月にたった4人の黒人の活動家が始めた Sit-in というアクションです。これは白人しか入ることが許されていなかったダイナーに黒人の活動家が入ってランチカウンターに座る Sit-in する
というアクションでした。他にも同時期に行われたフリーダムライダーズというアクションもありました。白人しか乗るのが許可されていなかったバスに黒人と白人の活動家が共に乗ったアクションです。ここで重要なのが、当時の 61% の国民がこのようなアクションは逆効果である、そして黒人の市民権運動に対して逆にダメージを与えるんではないかと思っていたことです。しかしアクションはもっとたくさんの活動家を呼び集め、最終的にはアメリカでの黒人の市民権が得られる成功を収めました。 XR の他にも日本でやっとニュースに出始めたグレータ・トゥンベリーさんの始めたスクールストライクもありますよね。これも大衆運動の一つにあたります。彼女の力強いスピーチや活動のおかげで何百万人もの人が行動に参加しています。このように大衆運動は前回のビデオでお話ししたパーソナルトランスフォーメーション、個人の変化ではなく、もっと大きなシステムの変化をもたらすためのアクションです。ここで忘れてはいけないのは、ムーブメントはいきなりどっかから現れて成功するものではないということです。歴史の教科書では教えられなかったですが、成功するまでにたくさんの失敗や議論を重ねて成功に至ってるんだということを覚えておきたいと思います。なので今私たちはムーブメントの真っ只中にいるので、自分の活動が意味がないんじゃないかとか、本当に変化は訪れるんだろうかって心配になることもあると思いますが、それはこれまでの歴史的な例を見てもみんな同じように感じていたと思います。そして同じように歴史の教科書ではガンディやマーティン・ルーサー・キングなどリーダーの名前しか出てこなかったと思うんですが、大衆運動は皆さんのような活動家一人一人の活動アクションが積み重なって起こるものなので、一人一人の力が重要になってきます。それを忘れないでみんなで活動していきましょう。ここで大衆運動を三角で表してみたいと思います。普通この社会で誰にパワー、力があるかを考えた時に三角形を想像すると思います。政治家とか大企業が一番上にあるパワフルな存在で、一番下が一般人という形になると思います。でも大衆運動はこの三角形を逆に考えて、アップサイドダウントライアングル、逆三角形と考えることから始まります。こういうふうにして考えると、この三角形がとてもバランスの悪い、崩れやすい存在であることがわかると思います。特に今地球を破壊している畜産の運営方法などサステイナブルではありません。しかしこの逆三角形のパワー関係を支えている柱がたくさんあるから、今これが支えられているんです。この柱は例えばメディアとか教育とか法律とか、そのようなものにあたります。この柱の存在によってこのパワー関係が正当化されています。なので本当のパワーは私たち市民にあるのであって、この私たちが大衆運動をすることによってメディアとか法律とかこの柱一本一本を少しずつ崩していく、もしくは私たちの味方にすることによってこのパワーの三角形に変化が起こるという考え方です。ただ今私たちが戦っている動物の解放や気候変動を終わらせること、どちらにもたくさんの柱があって、全部を自分で崩していこうと思うと圧倒されてしまうと思います。なので一つの柱に絞ってアクション、活動をしていくことが大切だと思います。そして他の団体や他の個人個人の活動家が自分とは違う柱を崩そうとしてくれているということを忘れずに、自分はこの柱にフォーカスしようというふうに決めるといいと思います。例えばアメリカで自分の子どもたちに美しい地球を残したい、気候変動をどうにかして止めたいと思っている母親たちのグループ Mothers Out Front というグループがあります。彼女たちはこのような大きな問題をどこからタックルしていけばいいかわからなかったのですが、この柱の一つにフォーカスしようと決めて、まずは自分たちの住んでいる地域の学校の送迎バスを全て電気自動車に変える、そんなキャンペーンを行いました。次にお話ししたいのが見方のスペクトルについてです。このスペクトラムを見ていただけると分かるように、例えば私たちのビーガンムーブメントに関して言えば、こちらの端が、いわゆるアンチビーガンと言われているビーガニズムに反対している人たち、そしてこちらの端が
ヴィーガンとして活動している活動家たちというふうに考えてください。この真ん中の辺にあたる方々がヴィーガニズムというコンセプトには賛同するけれども、まだ行動に移せていない方々や、まだ情報が届いていなくて意見を持っていなかったりする方々にあたります。そしてヴィーガンの活動家としては、このアンチヴィーガンと言われる方々にフォーカスしてしまいがちで、彼らをどのようにしたら意見を変えられるかとか、彼らをどのようにヴィーガンにできるのかっていうふうにここに執着してしまいがちですが、この方々はなかなかこちらに変わることはないと思います。なのでそこに固執するのではなく、この真ん中に当たる人たちを少しでもヴィーガニズムの方向にワンステップずつ動いてもらうことがゴールに当たると思います。実は多くの人々が変化を望んでいます。ただどのような行動に移していいのか分からずに日々生活している人が多いのだと思います。そこで何かしらのアクションを作って人々が参加できるようにすることはとっても大切なことです。ここで覚えておきたいのが、お肉を食べる方々、ヴィーガンではない方々は私たちの敵ではないということです。私たちが戦っている敵はこの動物を搾取する社会のシステムなわけであって、そこの一員であるお肉を食べる人々は決して敵ではないということを覚えておいてください。そしてもう一つ覚えておきたいのが、ほとんどの人たちが動物の苦しみを減らしたいと思っていますし、地球を美しい状態で次の世代に残したいと思っていることです。なのでこの真ん中にあたる人たちを決して敵視するのではなく、彼らの思いを少しでも実現できるようにこちらに一歩ずつ動かすことをお手伝いするのが活動の目的だと思います。そして逆三角形のお話に戻って、この一番トップにあたる政治家の方々、彼らをどのように動かしていけるかというお話です。私が読んだ Climate Resistance Handbook という本から面白い説明があったので引用させていただきます。この本では政治家を風船のように考えるといいと言っています。風船は風の動きによってどちら方向に向かおうか決まります。しかし政治家という風船は大きな重い石につながっているというふうに考えてみましょう。なので活動家としての仕事はこの重たい石を少しでも動かすことが目的です。この石こそが人々の社会的な価値観にあたります。いろいろなキャンペーンやアクションを通して人々の価値観を動かすことによって、この風船政治家も少し動いていくことになります。日本でもこれにあたることが最近起きたと思います。これはオリンピックでベジタリアンやヴィーガンの観光客がたくさん日本を訪れることになるので、それに合わせるようにベジタリアンやヴィーガンのオプションを増やそうという議員連盟が発足したというニュースです。これももちろん動物正義のために行われている議論ではありません。ヴィーガンやベジタリアンの観光客目当てのビジネスチャンスとして捉えられている議論だと思いますが、それにしてもこのように人々の価値観が変わったことによって政治家が動いているいい一例になると思います。そしてここで皆さんのような活動家一人一人のウェルビーイング、身体的そして精神的な健康がどれだけ大切であるのかについても少しお話しします。動物への不正義や気候変動というこのような大きな問題に対して活動するということはとてもエネルギーが必要なことです。自分の中に愛がないと続けられない活動だと思います。なのでニュースを読みすぎて圧倒されてしまったりとか SNS で時間を使いすぎてとってもネガティブになってしまったり、そういうことをしすぎないようにセルフケアを行って自分の健康状態を保つこともとっても大事です。でないと多くの人がバーンアウト、燃え尽き症候群になってしまってムーブメント自体がサステイナブルではなくなってしまうからです。私自身も自分でヴィーガンとして活動をするようになってからいろいろ考え始めました。どんなアクションが一番効果的なんだろうとか、どんなアクションが一番多くの人に訴えかけることができるんだろうと日々考えて勉強しています。私も最初はストリートアウトリーチ、アノニマス・フォー・ザ・ボイスレスとかアースリング・エクスペリエンスのように外でアウトリーチをする活動からまず始めました。一人一人の通行人の方とお話をしてパーソナルトランスフォーメーション、個人の
行動の変化をもたらすという活動はとってもやりがいがあったし、今でも私も行っている活動の一つです。ただそれをしばらく続けた後、もっとたくさんの人に一度に訴えかけられるいい方法はないかなとずっと考えていて、去年 YouTube と Instagram を始めました。私もこのように今も勉強しながら何が効果的なのか考えているところです。このように歴史的な例やセオリーを見てみると、今 XR やスクールストライキなどの大衆運動がなぜそのような活動をしているのかクリアになるのではないでしょうか。皆さんは気候変動や動物への不正義に対してどのような活動をしていらっしゃいますか？ぜひコメントで教えてください。私もまだまだ勉強中でいろんな活動方法を知りたいので、ぜひコメントで教えてください。そしてヴィーガンとして生活されている方々、この地球をより優しい場所にするために行動してくださってありがとうございます。そしてヴィーガンにはなっているけれども、どんな行動に移していいかわからない、活動方法がわからないという方、前回の動画とこの動画を見ていただいて何かアイディアにつながったでしょうか？コメントで教えてください。最後まで見ていただきありがとうございました。これからもヴィーガニズムやエシカルライフスタイルについて発信していきますので、もしよかったらチャンネル登録してみてください。